この動画では Pixel タイプの基本的な使い方を解説します。Pixel タイプでは文字を書き込んだ文字シートという画像から自動的にフォントを生成することができます。なので、まずは文字シートを作成します。適当なペイントツールを使って作成します。何でもいいんですけれど、トーカピングファイルが作成できれば OK です。今回使う文字シートは、こんな感じのものになります。まずこの文字の配置方法なんですけれども、文字コードというものにのっとっています。文字コードは、コンピューターが文字をデータとして扱うために定めている、文字の配置表のようなもので、Pixel タイプでは何種類かの文字コードに対応しているんですけれど、今回は、ユニコードという文字コードを使用しています。例えばこのユニコードテーブルとかっていう風に検索をすると、こういう感じの、文字の配置表を見ることができます。今回の文字シートでは、0020の半角スペースから始まって、96文字分ですね。96文字分の文字を文字シート、1枚の文字シートにマッピングをしています。で、文字は左上から順番に横にガーッと並べていって、次は2行目、3行目にっていう風に並べていきます。で、文字のサイズについてなんですけれども、今回の文字シートでは、一文字を 16×16 のサイズに定めています。でもこれは、作成するフォントによって自由に定めることができます。で、この文字シートでは、横に文字を16文字、縦に6文字並べて96文字分の文字シートを作っています。で、文字シートが作成できたらこちらをトーカピングファイルとして保存をすれば OK です。はい。Pixel タイプの方に移動して、こちらのボタンから新規プロジェクトを作成します。はい。まっさらな、プロジェクトファイルができました。まずはじめにこちらの右上のプロジェクト設定ボタンを押して、プロジェクト設定を開きます。で、ここでフォント名とかを設定することができるんですけど、ひとまずここのですね、グリフ幅とグリフ高さっていうところですね。ここを、今回の文字シートは 16×16 のサイズで作成をしているので、16×16 ピクセルっていう風に指定をします。で、画面を閉じて、先ほど作った画像シートをインポートしていきます。こちらの右下のシートを追加するボタンを押して、そうするとここにセレクトボタンが出てくるので、これを押します。で、先ほど保存をした、文字シートの画像ファイルを選択して、開きます。ここはとりあえず、説明を省略しますけれど、セレクトを押して大丈夫です。はい。次にですね、文字のマッピングですね。このシートが、文字コード上のどの文字を、マッピングをしているかっていうところを指定します。こちらのスタートキャラクター、開始文字っていうところを押して、で、ここで文字コードを選択することができるので、今回はユニコードを使用しているのでユニコードを選択します。で、開始文字なんですけれど、今回の文字シート、ここの0020の半角スペースから、開始をしているので、スペースキーを1回押して、半角スペースを入力します。そうすると、ここの下の表示が連動して0020になります。ここの部分を直接、入力しても大丈夫です。指定ができたらセレクトボタンを押して確定します。はい、そうすると、こちらの文字シート画像の上にカーソルを当てると、こんな感じで、文字がどこにマッピングをされているのかっていうのを確認をすることができます。きちんとマッピングをされていることがわかりますね。で、今回はこの左上の半角スペース、そして右下のここが制御文字なんですけれど、ここはマッピングを行わないことにするので、こちらの設定項目の、Ignore Empty Glyph。これは空のグリフを無視するっていうチェックですけれど、ここにチェックを入れると、こちらの2文字のマッピングが解除されます。はい。これで設定は全部完了しました。
バックをして最初の画面に戻ると、今追加をした文字シートが表示されています。で、94文字がマッピングされているっていう風に出てきますね。で、次は、フォントを実際にエクスポートします。こちらの右上のエクスポートフォントっていうボタンを押すと、フォントを保存することができます。先ほど作成したフォントが、こちらになります。入力した文字がきちんとマッピングされていることがわかりますね。あとはこのフォントファイルを使いたいソフトにインストールして使ったりとか、あとはここのインストールボタンとかを押して OS にインストールして使うことができます。せっかくなのでインストールをして、適当なソフト、メモ帳とかを使って表示をしてみようかなと思います。で、フォント名なんですけれど、先ほどの Pixel タイプ側のプロジェクト設定画面ですね。こちらのフォント名、フォントファミリーっていうところ、ここで指定した名前で登録をされるようになります。なので、今回は Pixel タイプというデフォルトの名前のままになっているので、探すとありました。Pixel タイプというフォントを選択して、サイズが、先ほど 16×16 でフォントを作成したので、基本的に多くのソフトでは、こちらの高さですね、グリフの高さ16っていう数値を指定をすると、ピクセルが綺麗に表示されることが多いです。これはちょっとソフトによるところがあるのでご了承ください。で、16だとちょっとちっちゃいので、ちょうど2倍のサイズの32を指定して、OK します。で、これで、文字を入力していくと、こんな感じで、今入力した文字を、見ることができますね。はい。じゃあそしたら、Pixel タイプに戻って、最後の説明になるんですけれど、このプロジェクトを保存することが、できます。こちらの右上の Save プロジェクトっていうボタンを押して、プロジェクトファイルを保存します。そうすると、次回以降、スタートメニューから、こちらのプロジェクトを開くボタン、これを押して、プロジェクトを開くことができます。はい。これで Pixel タイプの基本的な使い方は以上です。ご視聴ありがとうございました。